こんにちは、朝です。私は15年働いた会社を辞めて2024年1月から人力車の仕事をしています。日本語を勉強している人や会社を辞めて新しいことにチャレンジしたい方に向けて話をしています。ポッドキャスト代わりに聞いてくれたら嬉しいです。今日は前回の続きの人力車夫を辞めて大変だったことの続きを話します。4位の労働時間についてです。人力車の仕事はフリーランスとして働いています。ですので、働く時間が自由です。それで、働く時間がどうなったと思いますか？短くなったと思いますか？実は反対ですごく長くなってしまったという話を今日はします。人力車の仕事って長い時間働けばお金がたくさん稼げるというわけではありません。働いた時間でお金がもらえるわけではないからです。自分が頑張ってお客さんを乗せることができたら、その分給料をもらうことができます。ですので、長い時間働いてもお客さんが見つからないと収入がゼロなんです。それで僕はそうなると休むことが怖くなってしまって、それでついついたくさん仕事を入れてしまいました。人力車の仕事が終わった後でも予約をしてもらうためのウェブサイトを作ったり、チラシを作ったり、 SNS の投稿をしたり、たくさん時間を使いました。あと僕は人力車以外の仕事もしていて、夜はオンラインで日本語を教えたり、日本語を教えてみたいという日本人に日本語の教え方をレッスンしていたりします。あと妻の紹介でカメラマンの仕事もあって、カメラの撮影をするという仕事もたまにやっています。こうやって収入がなくなってしまうことの不安から、自分ができる仕事は何でも受けていってしまいました。気がついたら日中もたくさん働いて、それで仕事から帰ってきても夜また仕事をしてという生活になってしまったんです。もともと僕はワーカホリックなところがあって、前の会社でもついつい仕事にのめり込みすぎてしまって、長いこと仕事を働いてしまいました。会社から求められていたというのもあるんですが、自ら進んでのめり込んでいったという面もあったんです。それで今回フリーランスになって稼がなきゃという恐怖から、また同じように仕事をたくさん入れ続けてしまったんです。で、それが嫌だったかというと、そうでもなかったんです。全部自分で好きな仕事をするっていうのはとっても楽しいことでもあるんです。自分の裁量でやりたいことを考えて、それを作っていくっていうプロセスはすごく楽しいんです。人力車が終わった後、チラシを作る作業も予約ページを作る作業もとっても楽しくて、それでどんどん自ら仕事を作っていってしまったんです。お客さんが来てくれるかなとか、喜んでくれるかなとか、そうやって考えて活動するのは本当に楽しいものです。しかしこれではせっかく家族との時間を増やすために仕事を辞めたのに、まさに本末転倒です。仕事にのめり込みすぎて、これは儲かりそうとか、これやったらうまくいきそうみたいな基準で仕事をどんどん手当たり次第に追い求めていってしまい、どんどん家族との時間が少なくなっていってしまったんです。傍から見ると何してるんだよっていう話ですよね。もちろん夜ご飯を一緒に食べる時間ができたり、夜一緒に寝たりする時間はできたんですが、それが終わった後、また自分の部屋に入って仕事をたくさんしてしまうという仕事を
していました。管理する人が特にいないので働き放題です。でもある時このまま行くと今ある夜ご飯を一緒に食べるとかそういう時間もどんどん削られていってしまうなということに思い当たりました。それで自分の生活スタイルを見直してカレンダーに家族との時間っていうのを入れるようにしました。カレンダーに予定を入れておくとその時間は仕事が入らないようになりました。またそもそも仕事の内容も自分の思うがままに入れることはできないということに気がついて、どれをやってどれをやらないのか決めるようにしました。時間が限られているのでやりたいことを全てやることはできません。取捨選択という言葉があります。どれかを選んでどれかを捨てるという意味です。自分が人生で一番大事なものは何なのか、何を手に入れたいのかということを決めて、それを達成するためにそれ以外のものは捨てる必要があるんです。何かを得ようと思ったら何かを捨てなければいけないということを僕はこの経験から学びました。今は家族のことも仕事のことも何が一番大事なのかを考えて時間をコントロールするようにしています。皆さんもいろんなやりたいことがあるかもしれません。例えば日本語の勉強だったらもっと発音を良くしたいとか、アニメを字幕なしで見れるようになりたいとか、漢字を読めるようになって漫画を読めるようになりたいとか。でもそういうことは一度に全部手に入れることはできません。取捨選択をしてどれかを捨てなければ全部が手に入らなくなってしまうんです。なので皆さんもぜひ一度立ち止まって自分が手に入れたいものは何なのかを決めて、他のものは諦めて手放して手に入れたいものに集中するようにしましょう。僕もついついそのことを忘れてしまいがちなので、日々振り返って本当に大事なものが何なのか思い出しながら生活をしています。では今日は労働時間について話しました。次回の動画では、いよいよこの人力車夫になって大変だったこと第5位、勉強についての話をします。今日も聞いてくれてありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。またね。